ハロースペシャルで世界のハロースペシャルのブースで日本だけじゃなくて世界のハロースペシャルですよ。先日社長どうも先日ありがとうございました。アメリカでねお会いできるなんかはねもう想像外だったんだけどびっくりしましたよ。毎年行く旧車集会にハロースペシャルは初登場だったのかな。素晴らしいです。どんどん最近も軽自動車ブームになったアメリカの中でも、ハロースペシャルのボディキットはちょこちょこも見えてきたりしているので嬉しいんだよ俺は。大ファンとして大ファンとして。ただ音楽が流れてなかったことがちょっと寂しかったな。怒られるのかなアメリカで。はい。今年のテーマは何ですか？お祭りです。お祭りのテーマ。軽トラ祭り。軽トラ祭り。なるほどなるほど。去年は確かに全部ゴールドだったんだよねテーマ。今年はお祭りということで他の色とかいろいろなんか赤白とかいろいろある。日本のお祭りみたいなかなかですよ。最初はお久しぶり一番元気なブース、元気もらえるブースなんだよね本当にハロースペシャル。じゃあ社長新作とか何か新しいのは何があるのか。新作はね、パーカーですね。パーカー、服、ボディキットのことでは新作ない。服か、じゃあそうなんや、これですか。なるほどね。なるほどなるほど。いやあれもありますけど、51見せてくださいよ。見せて。一緒に行こう。ね、これですか。これです。お、キャリー。丸め。うわ、ワイドだなこれ。うわ、結局ハロースペシャルでこの仕様にしたいのであれば、あるパーツはこの部分ですか。まずこれ、はい、これなんて呼ぶんですか。これはワイパーが。ワイパーがで、バンパー、フロントバンパー、はい。そして今度ここブリスター。なるほど、ブリスターのサイドすごいな。これでもアメリカで売れてますか。このデザインもぼちぼち今からですね。いいな。残念、3番用のパーツ作ってくれれば俺の軽トラにつけたいんだけど無理だね。なるほどなるほど。そう、昔あれ手放しちゃったからね、ホンダアクティを。今度また買ったらハロースペシャル仕様にしたいなと思います。相変わらずありがとうございます。いや、ド派手でかっこいいですよ。大好き大好き。かっこいいですね。でこれからのなんか新しいなんかアイディア、これからの2025年向かって、はい、ちょっと世界に行きたいですね。世界に行きたい。アメリカはまずもういて、次はヨーロッパ。いや、まだでもアメリカいろいろ行きたい。広いんで。テキサスはすごいですよ。知ってます？うちの軽自動車軍団あるんですよ。そのね、登録されてる車両は150台ぐらいあるんですよ、軽自動車で。はい、トラだけじゃないんだけど、軽トラックもその中にいっぱいあるので、テキサスにチャンスはあると思いますよ。で、テキサスだよ、次はテキサス。西海岸から次はテキサス。で、次は東海岸。っていう感じでいけば、そうですね。バッチリじゃないですか。スティーもいるから安心してもできるんじゃないですかね。日本だけじゃなくて全世界のハロースペシャルになりました。よー！自分は大好きなカズマオートさんのブースに来ました。久しぶりですよね。明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。でも遅くなったんですけど挨拶は、でも相変わらず素晴らしい車があります。去年は、カーボンの86で、今回作ったんですけど、今回はトヨタの GR カローラ、それでまたこのカーボンスペックで作ったので、今回杉さん見てください。ぜひ見せてください。わあ、すごい。これフルカーボンですね。一応すべてフルカーボン仕様で作ってあるので、すごい。開けてもらえば分かると思うんですけど、軽いです。わお、めっちゃ軽い。すごい軽いですよね。大体カーボン普通のところだとやっぱ20キロぐらいあるので、大体8キロとか。8キロ。全体的にはどのぐらいまだ測ってないんですけど、おそらくトヨタの車って骨格が重いので、1300ちょっと切ったぐらい、1200から1300の間ぐらいだと思うんですけど。なるほど。見た目でかなりワイドに。そうですね。初めはちょっと今度販売も目的でちょっとちっちゃいやろうにしようと思ったんだけど、やってるうちにやっぱりね、WRC でやっぱり意識して。やっぱりですよね。いや、すごくいいですよ。
これってもうサーキット用走るための、一応フォーミュラー D のレギュレーションに合わせて今のところは作ってあるんですけども、はい、基本的にはまだ、ナックルとかもグリップ仕様で作ったりもして、はい、中に座っていいですか？ちょっと中に座らせてもらいます。失礼します。いやあ、いいよ。おお。メーターもリンクの新しい大きいパネルのやつで。リンクですね。はい。はい、おお。おお。で次イグニッションをしてみて。今押していいですか？大丈夫ですよ。はあ、リンクね。はい。なかなかのこれね、制御のシステム、自分も使ってます。わあ、すごいな。最新のやつなので。はい。モニターが素晴らしいです。どれを見ていいかわかんないぐらいの。もうありすぎてわかんない。でもこれでもうエンジンのチューニングはリンクでやって、どのぐらいパワーアップしているのでしょうか？目標はだいたい1000馬力ぐらいの。1000馬力。はい。タービンがだいたい H ケースのタービン使ってるので。はい。1000馬力ぐらいがだいたい。わお。軽い。軽い。前86は後ろが長かったんだけど、今回は4ドアになってるんで。4ドアはそれもちょっと見てもらって。フェンダーワイドになってもこれわあ、もう紙のような。すんごい軽い。ドアというパネルですね。パネルです。そうですよね。パネルですよね。で、こちらにガソリンタンクとか、はい。ここでエンジンをドライサンプにしたので、ああいうドライサンプのタンク、はい、オイルタンクが入って、後ろ向こうがノースですね。はい。で、こちらがラジエーターとパワークーラーとか、オイルクーラーが。後ろの方ね。はい。わお。素晴らしいです。素晴らしい。はい。でもこれもこっちでもでそこでしまう。すごいな。軽い。めっちゃ軽い。リアゲートも、はい、こんな感じでペラペラで、はい、要はあそこのさっきのドアの穴ですね、あそこから風が全部入ってきて、このラジエーターを取って下に抜ける形。そういうことですね。そこから入ってきてラジエーターのクーリングをすると、なるほど。よし。完全に取れるかな。わお。1個で作って。すごいな。これ軽くて。そんな軽い。簡単に外せることで。わあ。でエンジンに 2JZ で今回、いつもと86と同じ形で作ったんですけども、今回はロスパフォーマンスというオーストラリアの会社の、ドライサンプル。なるほど。はい。でエンジンの搭載値を低くして作った。だからすぐ見えると思うんです。なるほど。エンジンももうちょっともうそのままの純正の場所にあるんだけど、もうサンプル低くしたら。でいつも使ってるトラソさんの、サージタンクと、今回はH ケースのでかいタービンですね。素晴らしい。いやよくもう本当に優勝したんですか？オースタロンで優秀賞をいただきました。去年の86もそうだったっけ？あれはグランプリ取って、グランプリずっとその3連着取ってます。おめでとうございます。素晴らしい。いつもあとね、カズマさんのね、車だけじゃなくて、俺個人的にも好きなのはトラック。トラック、カズマオートさんの大型、後で見に来ますから必ずあるのかなと思って、今日の搬出の時にまた見せてください。トラックもめっちゃかっこいいし、カズマオートスタイル大好きなんですよ。ありがとうございます。なので会社に来てください。行きたいです。この時間があればニノに行こう。ね、行きましょう。これからも頑張ってください。応援してます。よろしくお願いします。ファイブマートさんのブースに来てます。よろしくお願いします。ちょっと会社についてやってること、さっきいろいろすごい車両があるなと思ってで寄ってきたんですけど、どういった、ことをやってるのか教えてください。そうですね。このようにちょっとシビックをですね、ホンダ車を、レストアからセミレストアまでさせていただいて、で、完成させていきます。
なるほど、はい、ということはこれまあちょっとボロいまでじゃないかもしれないんだけど、ボロいって言っちゃってもいいですか、ボロいシビックをじゃあ お客さんが持ってきたとする、じゃあそれか自分は車を提供というか、売ることもある、売ることもありますし、なるほど、それをベースにして直していくと、それでのお客様の希望というか、やっぱりいろいろあるんだろうと思うんだけど、できたものがあって、でそこからあちらにもうコンプリート車両までのレストアをするということ、板金、エンジン、すべて足回りのことなんですよね。できた車両をぜひ見せてください、自慢作を。はい、これはかっこいい。これ年式的にはいつのものでしょうか。これはですね、1986年86年のホンダシビック、ホンダのワンダーシビック、ワンダーシビックと言います、この形のやつ。はい、日本ではすごく希少な、あまりない、俺多分見たことないかもしれないですよ。かなりレアですか。そうなんですか。この車最初はどんな状態だったんですか。そうですね、ボディ状態は良かったんです、でノーマルで、だけどちょっと低いグレードなので、次ですね、エンジンをVTEC にスワップして、になります。これちなみにお客様の車だった。そうですね。そうなんですね。エンジンのチューニングまでして、あれですか、もう馬力をやっぱり少しアップ。オーナーさんのご要望で、そこまで速さには求めてはないんですけど、ただエンジンをフルオーバーホールさせていただいて、乗せたっていう形になるほど、なるほど。めっちゃ綺麗です。塗装がもう綺麗ですよね。全部同じもうバイクワークスの中で塗装も全部やる。じゃあ最初からもう最後までということ。わお。で隣は？こちらは日本JDM、90年代を再現した。90年代のイメージ、レジオ。でオーナーはまだ23歳で、23歳の方、若い方なんですけども、それをあえて90年代仕様にして。お若い方が乗ってる、そのギャップいいですね。かっこいいんじゃないか。かっこいいと思う。90年代っぽいっていうところが例えばどこなんですか。このホイールであったり。このホイールね。ワーク様のワークのホイール大好きなワーク。3っていう90年代のホイール。なるほど。そしてミラーもそうこういうねこれなんていうミラーですか。これは当社の大阪 JDM っていうどういうもの。ブランドの。素晴らしいです。そしてこっち来るとウィールはね、でウィング、カーボーイのやっぱり90年代のバリバリですよね。マフラーもね。当時5次元っていう5次元というものですね。なる95年の。なるほど、かっこいいな。めちゃくちゃかっこいいです。若い子にその要望があるということはなかなかいいこと、ありがたいことだよね。それがかっこいいと思う。めっちゃかっこいいと思います。もう褒めたいと思います。その子よくいいアイデア、いい車できたと思います。伝えてください。そしてこちらも80年代の第1代目のインテグラ。1代目のインテグラということはこれ80年代ですよね。なるほど。これはペンキも塗装がすごいんですよ。これもこの車のポイントはもともとは ZC 型が乗ってるんですけども、インテグラタイプ R のエンジンにスワップ。ITB。めっちゃいい音するだろうね。わお。とこのパーツとかこのタコ足とかってそれも自社で。こちらはトダレーシングでトダレーシングさせていただいて、取り付けさせていただいて。すごい綺麗です。これはやっぱり俺の時代はこれですよね。リトラなかなかですよね。よくアコードに間違えられる。ですよね。多分あんまりホンダに詳しくない俺から見るとこれ見たらアコードかというイメージになる。86だよね。プレイルードも最初はそうだったんだろう。なのでプレイルードはまだ分かるんですよ。すごい印象が強かったから。でもなるほど。でもこれがいいですよね。
海外からもうリクエストとかたまにあるんですか？ありますね。ある、はい、もう受け付けることも可能なんですか？海外からの。はい。で海外には自社パーツ、大阪 JDM っていうブランドパーツがあります。聞いたことあります。はい。ウィングであったり、ミラーであったり、はい、そういうのをもう全部輸出している状況に。売れてますか？売れてます。よかった。多分言ったらみんなもう興奮すると思いますよね。いやよかった。いろいろ持って帰ってきてとかってって言われると思うんですよね。パーツを。シビック好きな人、ホンダ好きがものすごくいるので、アメリカで。俺もちょっとますますシビック気に入っちゃったと思いますよね。ぜひもうめっちゃ手が届かなくなる前に。1台なんか買ってまたお願いしてもいいですか？よろしくお願いします。これから頑張ってやってください。サムザム。DAD ド派手な DAD のブースに来ています。本当にもう東京オートサロンも大阪オートメッセで一番目立つメーカーさんだと思います。これちなみにスワロフスキーですか？そうですね。何坪ですか？これに約30万坪ですね。30万、はい、すごいですよね。で全部手で。そうですね。人間の手で手剥ぎで貼っていって、こうきっちりラインを取って、ラインが取れたらまた剥がして、剥ぎ直して約3ヶ月ぐらい。3ヶ月何人でできたんですか？30人ぐらいですね。30人で、はい、もうフル稼働しながら。すごいですよね。このままで走らせたりするんですか？はい、大丈夫ですね。今はもうちょっとナンバー取れてないですけど、作った時はこれで渋谷とか六本木とか、そういうもんちょっと走りましたね。渋谷とか東京のね、めちゃくちゃ似合うんですよね。ド派手ですよ。いつもでもね、ああいう感じで DAD が一番なんか印象に残るなんかねメーカーさんなんですよ。すごい車作ってます。よかったらぜひ。本当にいいですか？中に座って。なんか靴脱ぎたくなるぐらいでこんな綺麗で失礼します。皆さんどう？いやスカジャンがちょうどいいんじゃない？これにねかっけえだろ。これ渋谷すぐ捕まりそうだよね俺が。やばいって言われる。どう皆さん。DAD ってやっぱり外だけじゃない、中までは全部すごいこだわってこういう細かい作業してスワロフスキーは30万坪だって。ニノさん聞いた？これ見てここにもある。もうそれぞれのこういうね、ところにもスワロフスキーがあってすごいよね。ギラギラでよりもこれ作るのにその時間30人と30万坪のスワロフスキーっていうのはすごいですよね。びっくりですよ。細かい。最高ですよ。最高。イグニッションモデルのブースに来てます。よろしくお願いします。新製品ですか？そうですね。これは未発売の新製品になってまして、はい。まあいろいろあるんですけど、はい。ぜひご案内ください。そうですね。はい。横山健さんのお持ちの510ブルーバード。はい。フード早稲田なんですけども、そこにフィギュアがご自身のフィギュアがつくんですね。フィギュアまでは作るんですね。そうですそうです。なるほど。なるほど。いやで今回はこの1、2、3、4この5台が新製品だっていう。この大阪ではこの5台を発表させていただきました。初めて展示しましたね。これは。なるほど。売れてますか？そうですね。すごい。かっこいいんですよ。めちゃくちゃかっこいい。そうですね。で買おうとするとこの台とかもついてくるんですか？ついてます。このディスプレイ台がちょっとカーボン調の台になってますね。なるほどなるほど。で車の本体以外にも例えば他の部分を作ったり他のモデルを作ることもあるのでしょうか？こちらに来ていただくと、はい、この RWB のカリスマオーナーの中井さんいらっしゃるんですけども、中井さんがいつも仕事で使われているこの海外に持っていくものですよね。はい。これも 3D スキャナーで取材させていただいて形にしたモデルです。それの何分の1になるのでしょうか？これ18分の1です。18分の1。スケールサイズ合わせてます。なるほどね。カバンも合わせてます。素晴らしいですよね。細かいですよね。すごい。でフィギュアまでもうこういうのも作ったりしているんですか？フィギュアはですね、今ちょうどフェリギュアのモデルがなくてですね、フィギュアだったりここにエンジンがついてるんですけど、これも同様に作ってます。
このエンジンですね。はい。先ほど申し上げたように開閉して中にエンジンが収まるっていうよりも、やっぱりこのエンジンそのものを楽しんでいただきたいっていうところで、これもスキャンしてるんですが、3D スキャンとでただエンジンの開閉モデルは上しか見えないですよね、基本的に。見える部分しか皆さん作られないんですけども、うちは全部下回りも作ってますので、下回りまで細かくこだわって、見ていただけないようなエンジンの見える部分をすべて再現。なるほどね。よりもいつかスティーブ適正の箱スカもスキャンしていただいて、ゼロスカデザインでまた限定でなんかいけたらどうかなと勝手に考えちゃったんですけど、いかがでしょうか。ウェザリングの塗装がエイジングの関係がちょっと捨てところかなと思うので、なるほど、そういった技術を我々も PR するにはいい題材、いいんじゃないでしょうか。これでもうこれで成立のポーズ契約成立のポーズになったかな。サムズアップです。ありがとうございます。オートバックスの子供ビリティっていうことですよね。そう、これが整備士になりそうだよね。はい。トヨタ屋さんのブースに来てますよ。昨日生放送で一緒にやったよ。やりましたね。